皆さん明けましておめでとうございますということで2025年一発目の動画になります。本年もよろしくお願いします。いくぞ30万人ということで、まだチャンネル登録してない方ぜひお願いします。ということで新年一発目はこちらでございます。じゃじゃーん、見てください。後ろにコンテナが並んでおりますが、こちらなんと全てホテルとなっております。そうなんですよ。こちらですね、格安で泊まれるコンテナホテル、これがね今全国でねかなり増えてるらしいんですよね。だから結構ね空きスペースとかを利用してコンテナ持ってきてそこをホテルにしちゃうっていうね大胆なアイディア。そのねコンテナホテルがねどんな感じの使い心地なのかっていうのをね本年一発目2025年調査していきたいと思います。はい、見てください。これね一つ一つね独立したコンテナなんですよね。で結構ねザーッと並んでね部屋数もありそうですね。さあ一体どんな住み心地暮らし心地なのか早速ね調査していきたいと思います。でここね結構全国にね広がってるんだけど、俺が来たのはね千葉県の茂原にある場所ですね。で千葉県の茂原っていうと俺のね通ってた高校長生高校がある場所なんですよ。同じ長生高校のね同級生見てるかな。長生高校出身のね方たち、在校生の方たちね見てるかな。見てたらコメントしてください。まあね茂原っていうねちょっと田舎の場所なんですけどね、このねコンテナホテルができたっていうところで、はい早速ねフロントの方受付行ってきましょう。はい、これがね受付ですね。ホテル R9 って読むのかな。ホテル R9 ザ・ヤードフロントデスクということで、この受付もねもちろんねコンテナで作られてますね。ちょっとおしゃれでかっこいい感じだね。でここにはねフロントデスクでねちゃんとね人がね常駐してる感じっぽいんですけどね。じゃあちょっと早速行ってみたいと思います。受付行きましょう。さあということで特別にね許可をもらいまして、こちらねフロントのねあたりをねちょっと撮影させていただきたいと思います。でですね、これ今ご説明受けたんですけど、こちらフリードリンクもねあります。これコーヒーマシンで結構立派なのがあって、コーヒーエスプレッソもあって、カフェジャンポーネ、ちょっとね知らないものもありますね。でこれがね自由に使うことができるっていうね。でこういう風にね煎茶とかねアールグレーティーとかもあるんですね。でこれをね持ち帰って部屋で飲むこともできるっていうね感じですね。でこっち側にはアメニティ類もねありますね。ボディタオル、ヘアブラシ、歯ブラシ、カミソリ、耳栓もある。これね耳栓あるの嬉しいね。結構ねその夜ね道路沿いとかだと騒音がね気になる場合もあるかもしれないんで、こういう耳栓がね準備してくれるっていうのはね嬉しいですね。であと綿棒もあるっていう。でこちらにはですねナイトウェアもあるんだよね。これがねフリーサイズらしいんだけど、このナイトウェアも一つね持っていくことができるって感じですね。これもね後で持っていきたいと思います。はい。で特徴なのがねこれなんですよ。じゃじゃん、軽食ライトミール。これなんとですね一泊につきお一人様一つ冷食をね持っていくことができるってことなんですよね。でこれラインナップが鶏ごぼう弁当、欧風カレー弁当、チキンピラフ、焼きビーフン、おかゆ昆布、おかゆ梅。果たしてねこのおかゆを選ぶ人はいるのかっていうね、ついついこっち行っちゃうね。欧風カレーとか鶏ごぼう食べたくなるけどおかゆもある。ちょっとねインフレ気味の方はねこちらを選んでください。はい、全6種類のラインナップでここからね1人1つ1泊につき1つ持ち帰るってことですね。で部屋にね電子レンジがあるらしいんで、それで温めて食べることができるっていうね。なのでね俺もね1つ持っていきたいと思うんですけど、いやここはやっぱり欧風カレーか。おかゆに行く勇気はないんで欧風カレーをねちょっといただきたいと思います。はい、こういう風に1つね。だからね軽食がついてくるってことはね周りにねお店とかなくてもねご飯を食べることができるっていうのはねいいですね。はい、じゃあこちらの欧風カレー弁当、これをね一つねいただきたいと思います。でそしてですね無料レンタルの備品のご案内もあります。これ延長コード、折りたたみテーブル。ただこれはツインルーム限定ですね。ツインルームはですねベッドが2つある状態なんで、このねテーブルがないらしいんですよ。なので貸し出しがあるということですね。で今回俺はねダブルルームを予約したんで机はついてるってことなんで、これは借りないで大丈夫で、あと毛布もあるっていう。これもですね貸し出しが無料で行ってるってことなんでね、これ延長コードとかはね作業する人はね借りてもいいかもしれないですね。さあそれでは欧風カレー弁当を持って部屋の方に移動してきます。さあということで部屋の方向かってきてるんですけど、すごいですね。やっぱ普通のホテルとはだから全然違うよね、装いがね。コンテナがねこのね両方の通路にねびっしりと詰まってる感じですね。で俺の部屋がね14番14号室なんだけど、どこだ37、38で違うとこ来ちゃったか。全部コンテナだから、これ物置スペースっぽいのもね全部コンテナでできてるね。そう、これはね部屋じゃなくてねなんか物置スペースっぽいんだけどガレージっぽい感じになってるね。でこっち側にもずらっとある。だ結構奥の方だね14号室は。すごいわ。いやこれね頭いいよね。
コンテナだったらさ、これもしも移転するとかなった時にこのコンテナ自体を移動させればそこがそのままホテルになるから、ものすごいね柔軟性があるよね。ホテル丸ごと移転できるっていう。この場所がねもしもなくなったとしてもこのコンテナ自体は別の場所で使えるから、それはねもうリサイクルでめちゃめちゃいいよね。さあそしてありました、奥の方にこちら14号室でございます。でですね、コンテナなんだけどこれ見てください。カードキーがついてるんですよ。ちゃんと最新のロックシステムで、これねここを押してタッチすると、そうすると開きます。はい、それではいきますよ。オープンのスケーじゃんじゃじゃん、ポチッとな。さあ中の方入っていきます。もう完全にビジネスホテルだ。コンテナ感一切ないぞ。入ってきたらね全然ねコンテナ感っていうか閉鎖感ない。普通のビジネスホテルの部屋に来たっていう感じ。これなんでかと思ったけど明るいんだね、照明が。この明るさが結構あるからなんか閉塞感を感じない。でしかもね結構遮音性がある。外ねジーってなんか音が鳴ったんだけど、これ扉閉じたらもうパッタリと音が聞こえなくなる。だから一つ一つが独立してるから周りの音とかがね結構気にならないかもしれない。普通ねホテルの部屋だったら隣接してるじゃん全部で、上下あったりするから音とかね気になる場合あると思うんだけど、これ全部一個一個が独立だから、そういった点ではね快適に過ごせるかもしれない。さあそれでは早速詳細見ていきましょう。はい、まずね入り口のところには大きな姿見がございます。はい、結構大きめなんでね身だしなみチェックにはバッチリです。2025年の内藤もいい感じだろう。さあ見ていきましょう。そして隣こちらじゃじゃーん、エモンかけ。はい、こちらエモンかけが4つありますね。しかもこれね、これ知ってる？こういう風にさ引っ張り出す形でスリムに収納できるねエモンかけがございます。で下の方を見ていくとね、はいこちら靴べらもありますね。靴べらとあとこれはねリフレッシャー消臭剤ですね。はい、これが下の方にもついてますと。で出ましたよ、新年一発目こちらスリッパチェックいきますよ。新年一発目のスリッパはこちらででん、肉厚合格でございます。このかかと部分のでっぷりとしたこの光沢感、高級感があってツヤ感があっていいじゃないですか。これはなかなかいいスリッパでございます。2025年一発目合格でございます。おめでとうございます。さあそれでは早速こちら履かせていただきます。さあそして見上げたらそこはじゃんじゃじゃん、メインスペースでございます。はい、もちろんねめちゃめちゃ広いってわけじゃないけど一般的なビジネスホテルの大きさって感じですね。アパホテルとかよりもちょっとだけでかい感じはするわ。はい、で僕はねダブルなんですけど、これ布団もね結構大きめだね。快適にね一人で過ごせるね。でこれ厳しく書いてありますよ、ノースモーキング。もし部屋で吸おうもんならクリーニング代として5万円請求。よかったよ、ひろゆきさんを連れてこないで。はい、電子タバコもダメです。なのでね部屋はねタバコ臭くなくてね過ごしやすいですね。はい、そしてね空気清浄機もねこれついてますね。はい、一般的なシャープのねプラズマクラスターのがついております。なので空気清浄機とこれタンクにね加湿器もついてるね 2in1 の形ですね。であとこれめちゃめちゃいい。このデスクの長さ最高です。このデスクのこの広さと奥行きあるから、これパソコンめっちゃいじりやすい。普通のビジネスホテルだともっと小さいですよ。もっと小さくて狭くてね奥行きがね半分ぐらいしかない、パソコン全然置けないよって形なんだけど、これはね広々としてますね。だからツインのベッドの部屋だとこのね机がないっていう形で貸し出しだったんでちょっと作業しづらいかなと思うんですよ。でね作業したい人はねダブルルームがおすすめかなと思いますね。これだけのね広めの机があったらねめちゃめちゃ作業しやすいと思いますね。でテレビもねついてますね。テレビが1台ついていて、でコンセント部分もねここにありますね。通常のねコンセントが2つって形ですね。で延長コードもねさっき借りてきたんでねここから伸ばしていろんなのを接続できますね。であとはねこのライトもね明るい、かなり明るさがあるねライトがついております。作業環境としてはいいや。これさ旅行の時だけじゃなくてちょっと集中して作業したい時とかここに引きこもってやるのありだわ。なんか缶詰したい時にコンテナホテルね意外と使えるかもしれない。そう俺ね体感としてはもっとなんか閉塞感あってギュッと狭い感じなのかなと思ったら広々とね快適に作業できる作業スペースとしていいかもしれない。さあそして外の景色見てみましょうか。オンジャラ系曇りガラス、すりガラスでございました。多分ね外側ねここはね駐車場に面してるんでねそんなに景色は良くないかなと思うんですけどね、このすりガラスになってることでねそれがねちょっと紛れるんでねいいかなと思います。
あと思ったのがやっぱね、音全然聞こえない。結構県道、車のね通り多いところの道にね面してたっていうか近かったのよ。でもね音全く聞こえない。でもね遮音性あるかどうかって結構重要なんですよ。でしかもコンテナホテルって結構空きスペースとかを利用してると思うんで、道路沿いにね立ってることね多いと思うんだけど、ここに関しては全く聞こえない車の音が。だからね夜快眠できそう。これ嬉しいポイントで、あとはねエアコンついてんだけど、エアコンの気温めっちゃいい。すっごい暖かい。今日ね1月明けてすぐなんだけどね、まだ外めっちゃ寒いのよ。でも入った瞬間にねエアコンがねすごい効いててねあったかかったですね。であとはこちらに電子レンジ。はい、電子レンジはまあ一般的な電子レンジですね。であとはこれ中がね冷凍庫もついてるの嬉しいね。これ冷凍庫もついて冷蔵庫って形でね2段階ありますね。はい。でなぜかここにおしぼりが1つおしぼりが1つ入ってましたね。だから飲み物とかはあそこのねフリードリンクから持っていく形ですね。ミネラルウォーターとかは入ってないです。で持ってきた冷凍食品はここに入れて冷やしとくって感じですね。はい。であとは電子ケトルが1つついてるのと、ドライヤーチェック。ドライヤーはちょっと風力弱めそう。テスコムのねちょっとチャチいドライヤーでございます。ってことはそうだよな、ドライヤーがついてるってことはこれ浴室がついてるんだ。はい、こっちですね。シャワーなのか浴槽なのか見ていきましょうか。いきますよ、せーの。オープノスケー。まだ真っ暗まだ真っ暗。バスタブついてますね。まあね広くないんでねユニットバスではあるんだけどちゃんと浴槽ついてます。でしかもねすごい清潔感ある。まだできて新しいのかもしれないね。白くて清潔感ありますね。でちゃんとねコンテナだけどこれウォシュレットついてますね。これも嬉しいですね。であとはここに洗面台あって、でボディーソープシャンプーコンディショナー。見たことないやつだ。株式会社フィードさんの見たことのないボディーソープシャンプーコンディショナーでございますね。で浴槽自体はね小さめですね。あるだけね嬉しいね。普通にシャワーぐらいかなと思ってたらねちゃんと浴槽もついてる。でシャワーヘッド、シャワーヘッドはねちょっとねしょぼめですけどね、取ってつけたようなものになっちゃいますけど、ちゃんと浴槽とシャワーがついてるってのは嬉しいですね。リラックスできますね。で今ね全国にコンテナホテル増えてて、店長支配人の方にねお話聞いたんですけど、今全国でね100店舗ぐらいになってるって形ですね。で2025年中にもう20店舗ぐらいオープンするってことで、どんどん全国にね増えてるってことですね。でしかも俺フランチャイズで増えてるのかなと思ったら結構ね直営らしい。もう全部直営でほぼほぼ運営してるってことでしたね。だから今後はねこのコンテナホテル以外にもちょっと違ったバリエーションの2階建てとかも増えていく予定って言ってました。はい。なのでね今後ちょっとね注目ですね。ということでお部屋紹介したんで2025年一発目のベッドダイブいってみましょう。さあということで2025年一発目めでたいよ。これを見てる君は1年間大吉間違いない。さあ行っちゃおうか。早速2025年ナイトブログは30万人目指しております。30万人いったら初のグッズ販売に向けてただいま準備をしております。ぜひ手拍子の方お願いします。さあ30万人もうみんな登録してくれてるよね。まだ登録してない君登録してない？ 2025 年だってナイトブログ登録してない？そんな人いないよね。今押してグッドボタン、チャンネル登録をした方高評価、はい、そしてコメントもはい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 。おー、ベッドは少し固めですね。決まった。すごいベッドの反発がめちゃめちゃある。だからねスプリングがねちゃんとしてる感じですね。こういう風にね旅に来たーってこういう風に倒れ込んだ時にすっごいね気持ちいい反発です。いいね。いやめちゃめちゃね音も静かだしねぐっすり寝れそう。いやーなんかねおこもりするのにはちょうどいいかもしれない。観光とかにもねもちろんね泊まるのもいいと思うんですけどね、いろんな用途でね使えそうだなと思いました。じゃあそれではねちょっとゆっくりしてね後で冷凍食品とかもね食べていきましょう。で今ねちょっと外出てきたんですけど、これランドリースペースもあるよ。ちゃんと6時から24時まで営業で、これね誰でも使えるランドリースペースもありますね。すごいよこれ。しかも嬉しい。はい、洗剤投入不要のやつね。これ嬉しいやつね。でしかもドラム式で洗濯から乾燥まで全自動のやつだ。これ嬉しいのよ。いちいち入れ替えなくていい。1回入れたら全部が完了してる。これ最高です。で4台あるから
結構被ることも少なそうだね。これ洗濯できるの嬉しいね。でしかもこれもコンテナで作られてるっていうね、すごいわ。でお隣行ってみましょうか。よいしょ。はい、これ出てですね、お隣にはですねベンディングマシンコーナーもございます。はい、こちらですね、見ていくとですね、はい、これ自販機がねありますね。自販機1台だけなんだね。なんか他にもね販売機系置いても良さそうね、ここの部屋ね。なのでね、ここで買ってね冷蔵庫で冷やすっていうことができますね。はい、こういった施設もついております。それも全てコンテナでできております。それでは早速こちらの欧風カレー弁当を食べていきたいと思います。はい、電子レンジでですね、なんと5分で出来上がるという。おかゆを選ばないでやっぱこっちですよね。カレーを食べましょう。どうですか皆さん、お正月美味しいもの食べましたか？俺もね、実家でふるさと納税でね、めちゃめちゃ美味しいの食べましたよ。イクラとカニとかね、やっぱふるさと納税やばいよね。これ食事もねついてるのいいね。周りにもね結構ね店ありそうだったんだけど、やっぱ車は必要になってくるんでね、ちょっと簡易的にね小腹を満たすっていう意味でもね、これがねついてくるっていうのは嬉しいですね。はい、それではみんな新年明けまして2025年もよろしく。乾杯。さあ、ということで欧風カレーが出来上がりました。じゃん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 、こちらでございます。今年初のカレーかもしれないです。そう、内藤くんが一番好きな食べ物はカレーでございます。新年一発目いただきます。さあ、いただいていきましょうか。はい、それではみんな口開けて、はい、いただきます。美味しい。ちゃんと欧風カレーだ。普通のなんかねプールサイドで食べるカレーよりも一段ね大人の味わい、家庭の味とは違うね、ちゃんと欧風感出てますね。美味しい。バターのコクだ。バターめちゃめちゃ効いてると思う。それがねコクがプラスされてすごい美味しい。これがね無料で、ね、ついてくるのは嬉しいね。でこのコンテナホテルの特徴、落ち着くんだよ。このこじんまりしてなんかがっちり守られてる感、なんかわかんないけど精神的にね落ち着く。だからね、なんか作業したい時とかねこもりたい方ね、やっぱいいような気するね。作業に集中できる気するわ。いやー、ということでね2025年になりましたけど、皆さんなんかどうですか？なんか目標とか立てましたが、俺は今年ねどんな年にしたいかっていうとですね、まず直近のねそのブログの目標は30万人突破。あと約1万人なんですよ。ここまで近づいてきたんで、これ30万人ね、この今年の早いうちに行ってね、ちょっとみんなと一緒にねお祝いしたいなと思っております。で30万人ね達成したらね、この俺が作った可愛いキャラクターウリ坊ちゃんのねグッズ、この記念グッズもね発売しようと思ってます。今までねイベント会場とかでしかね買えなかったんだけど、これをねネット通販でね全国のみんなが買えるようにね今準備してるんで、そのためにも早急に30万人行きたいと思うんでね、ぜひ周りにもねチャンネル登録進めてください。で2024年ね、俺が大切にしたいなと思うのは、もう本当に考えるよりも行動する。もうこれをねちょっとね1年間大切にしたいなと思います。だから2024年とかって考えすぎる方が先に出て、あんまり行動できなかったなと思って、俺の良さってとりあえずねいろんなことにチャレンジ、もうとりあえずやってみるみたいな、飛び込むことがね俺の良さだと思ってるんですよね。だから本当にね考えることも確かに重要なんだけど、それよりもやってみてから考える、やっぱこの精神が重要だなと思ってるんですよね。それはやっぱね YouTuber にとってもとりあえず体当たりでやってみる、それがね面白さにつながると思うんで、なんかもっと行動してもっといろんなことを経験して、でそれを伝えるっていう方がやっぱね内藤としてのね面白さとかねキャラクターが出るかなと思いました。なのでねそこをねもうとりあえず動く、もうとりあえず動きまくる。だからそれを意識して、これ新年まだ休み明けですけどもう行こうと思って来ました。だからこういうね行動力がね重要だと思うんですよね。やっぱさ年齢重ねてくるとだんだんとねアクティブさが減ってくるわけですよ。もう年齢重ねれば重なるほど身軽に動いていけるようにならないと、どんどん足取り重くなってくるんで、何かやりたいと思ったらもうやる、もうイコールやる、そうしていこうとね思いましたね。本当物事って考えても意味ないんで、マジで考えすぎて良かったことって一つもない。考えるっていうのは一見重要なことのように見えるけど、ただ決断したくないだけなんだよ。決断を先延ばしにするために悩んでるポーズをしてるだけ。それだったらもう動いちゃった方が全然楽。悩むって問題を先送りにしてるだけだから、より辛くなるだけ、よりなんか悩むだけだから、動く行動するってことを今年2025年の大切な内藤の行動目標にしたいと思います。なのでね、そんな1年間アクティブな内藤をね皆さん
見届けてください。ぜひね、皆さんもね、2025年の目標をね、ぜひコメント欄にね、書いてね、決意表明してください。こんな1年にするぞとかね、こんなことしたいとかね、ぜひね、ここに書いといてください。で、1年後にね、見返してね、達成できてるかどうかね、一緒に確認しましょう。みんなの目標もね、知りたいんでね、ぜひ書いちゃってください。いい1年に一緒にしていきましょう。はい、ということでね、今ご飯食べてきました。やっぱね、ちょっと近場にはね、コンビニとかなくて、車でねちょっと行ったところにねジョイフルがあったんでね、ジョイフル食べてきました。ジョイフルってね、関東では結構珍しいんだよね。俺ね、がっつり食べたの初めてかもしれない。でもね、美味しかったわ。ジョイフルのね、なんか豚丼みたいなやつめっちゃ美味しかった。はい、ということでね、明日朝起きたら、良かったところ、悪かったところ、そしてお値段の方ね、発表したいと思います。はい、ということでね、それじゃあおやすみなさい。いい夢見ろよ。ということで皆さんおはようございます。朝になりました。見てください。茂原の朝は快晴でございます。めっちゃ気持ちいいね。ということでですね、今回コンテナホテル1日泊まってみてのね、感想の方ね、お伝えしていきたいと思います。まず良かったところはですね、これ泊まる日にもよるんだけど、うまく泊まれたらめちゃめちゃコスパよく泊まれます。最後にお値段発表するんだけど、かなりね安い日があるんですよ。俺がね泊まったのはね、お正月でちょっと高めの時だったんだけど、うまい日を探せばねめっちゃコスパいいです。それがいいところ。そして2つ目のいいところはですね、ベッドがめっちゃいいんですよ。全部のねマットレスがねシモンズ社製っていうことでね書いてありましたね。だからねベッドタイプでもねお伝えしたんだけど、これね反発がすごいんですよ。だからねめっちゃ快適に眠ることができた。で3つ目はですね、コンテナの中自体の遮音性が結構高いっていうところですね。そうだから見てください。これね、もう隣ねすぐ結構車通りが多い道路なんですよ。でもねこの音ね全くしなかったですね。まあ本当ね場所にもよると思うんですけど、俺のね部屋からはね音が全然しなかったんですよ。だからねそこはね結構コンテナでね心配だったんだけど、ぐっすり眠ることができました。であと良かったところ4つ目はですね、机が広くて作業しやすい。だから本当にねおこもりステイとかでも全然使えると思いますね。旅先のね宿泊地だけじゃなくて、ちょっと集中して勉強したいとか仕事したいっていう時にも集中しやすいね環境のね机があるんで、そういった用途でもね使えるかなと思いました。じゃあ逆にねちょっとここはいまいちだったなっていうところ、それはですね、やっぱりこれね何度も言っちゃうんですけど、チェックアウトの時間が10時なんですよ。なのでねそこがかなり早く感じますね。どうなんだろう、俺だけの感覚、10時って俺さめっちゃ早く感じちゃうんだよね。でプラス1000円払うと1時間延長できるっていうね、そういったシステムもあるんですけど、基本的にはね10時チェックアウトっていう形ですね。これデメリットはあとそんなに思い浮かばなかったね。コンテナの中自体もすごい綺麗で快適でね、予想以上に過ごしやすかったですね。なのでねいろんな用途にね今後使えるかなと思いました。じゃあそれでは最後にお値段発表いきたいと思います。これまず俺が普通に泊まった日、これがですね多分一番高いぐらいのね日で予約したんですけど、ダブルルーム1泊のお値段、こちらが9200円でございます。はい、これ9200円だったらちょっと普通のビジネスホテルと変わんないじゃんって、ちょっと高いかなと思うかもしれないですけど、これお正月で多分一番混んでて値段が上がってた日なんですけど、これ聞いたらですね、やっぱり混み具合によって値段が変動するらしいんですけど、例えば俺が泊まった次の日の予約、1月5日から1月6日で調べてみると、なんとお値段こちらででん、1泊1名4200円でございます。はい、で1日ずれたら半額くらいになったっていう、めちゃめちゃ安く泊まれたっていうね。で日によってかなり変動があります。でこれ1名一室なんですけど、2名にしてみますか。2名にするとさらに安くなります。なんと2名だとお値段こちらじゃん、6200円でございます。っていうことはちょっと待って、1人3100円で泊まれます。今時3100円で泊まれるホテルないですよ。だからこれめっちゃ安いです。だから結構ね飛行機とかの LCC とね同じ仕組みかなと思います。早めに予約したら安く泊まれて、直前になって埋まってくるとめっちゃ高くなるっていうね、そういったねシステムかなと思います。でもねこれ2人泊まって3100円で、しかも冷食がついてって考えたらめちゃめちゃ安いよね。だからぜひ皆さん安い日狙ってみてください。探すとねいろいろ出てくるんで、うまく賢く利用したらいろんな時に使えるかなと思うんで、ぜひチェックしてみてください。ということで今回のホテル情報もためになったよ、ためになったねという方は高評価、そしてチャンネル登録のほどお願いします。それじゃまたね。バイバイ。ありがとうございました。